これからルームツアーを始めます。ルームツアーをさせていただくのは今回が初めてなので不慣れなこともあると思いますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。私のお部屋はワンルーム約7畳ほどで、場所は栃木にあります。家賃は6万円ほどで、お部屋全体のイメージとしては木製家具を多く取り入れてナチュラルな空間を目指しています。お部屋全体としてはこのような感じです。まずはじめに中心のスペースから紹介していきます。こちらのオリエンタルラグは楽天で購入したものになります。約5000円から6000円ほどで購入しました。色味がベージュっぽくてとても可愛いので気に入っています。こちらは IKEA で2000円以下くらいで購入したテーブルです。本当はベッドの上に置いて使用するものなのですが、木製のものでとてもお部屋の雰囲気に合っているので普通に置いて使用しています。こちらは無印良品で1万円くらいで購入したクッションになります。とてもリラックスできるのでおすすめです。次にこちらのスペースを紹介していきます。こちらのベンチは IKEA で購入したものになります。こちらの造花とフラワーベースはどちらも IKEA で購入しました。こちらのキャンドルスタンドとキャンドルはどちらもソストレーネグレーネさんで購入したものになります。こちらにはアンニマティスの絵などをたくさん飾っているのですが、自分で印刷したものやメルカリで購入したものなどがほとんどです。またこちらのフラワーベースはパトラマーケットさんで購入したものになります。とても韓国っぽいデザインなので気に入っています。後ろにあるウェブミラーはメルカリで1500円くらいで購入したものです。こちらのアロマディフューザーはニトリで購入しました。約1000円くらいだったと思います。これを置くだけでとてもお部屋がいい香りになるのでおすすめです。こちらのキャンドルはメルカリで購入しました。こちらのフラワーベースは3COINSで購入したものになります。ここにはお気に入りのアクセサリーやハンドクリームなどをディスプレイしています。こちらの木の丸太のトレイと、こちらの2つの木のトレイ、あとはフラワーベースは全てナチュラルキッチンで購入したものになります。全て500円以下だったと思います。こちらの木のコースターはリトルルームさんで購入したものになります。上のキャンドルはメルカリで購入しました。こちらはプレゼントでいただいたマークス&ウェブのボディクリームとマッサージオイルです。置いておくだけで可愛いのでおすすめです。こちらにはお薬やハンカチ、アクセサリー、コスメなどたくさんのものを収納しています。こちらのチェストは Yahoo ショッピングで約1万2000円くらいで購入したものです。あまり上手に収納できていないですが、このように収納しています。100均や 3COINS などの収納用品を使って収納しています。下の段にはコスメを収納しています。100均で買ったものに収納しています。こちらの箱にはヘアアクセサリーを収納しています。次にハンガーラックを紹介していきます。こちらのハンガーラックは楽天で3500円ほどで購入しました。お気に入りのバッグやお気に入りのお洋服をディスプレイしています。こちらのハンガーラックは置くだけで可愛いのでとてもお気に入っています。こちらの IKEA で購入したバスケットには掃除用具をしまっています。このカゴにしまうだけで生活感が隠せるのでとてもお気に入りです。こちらに引いてあるラグも IKEA で700円ほどで購入したものになります。こちらのマークス&ウェブの巾着と、あと後ろのダイソーで購入したメッシュのバッグにはマスクやティッシュなどを収納しています。次にこちらのテーブルについて紹介していきます。こちらのテーブルとスツールの方は両方楽天で購入しました。テーブルは6000円ほどで、スツールは1500円くらいだったと思います。このテーブルはご飯を食べたりするのに使用しています。こちらのバスケットはニトリで購入しました。700円ほどだったと思います。こちらの木のトレイは
ナチュラルキッチンで購入しました。100円だったと思います。こちらはサリュで200円ほどで購入しました。こちらには何も入っていないのですが、お菓子などを収納するのに使っています。こちらのキャンドルスタンドはニトリで200円ほどで購入したものです。次にベッド周りを紹介していきます。こちらの布団カバーと枕カバーはどちらも無印良品で購入したものになります。クッションカバーはこちらがダイソーで、こちらが無印良品で購入したものになります。ここにお友達からいただいた熊のぬいぐるみを置いています。こちらは私が普段ブランケットとして使用している IKEA のものになります。置くだけで可愛いので、ここにいつも置いています。こちらのベッドサイドテーブルは IKEA で2500円くらいで購入したものです。置くだけでナチュラルな雰囲気になるのでとても気に入っています。こちらのランプも IKEA で2500円ほどで購入しました。ここには自分のお気に入りのキャンドルなどを置いています。こちらの木のトレイはナチュラルキッチンで購入したものになります。ダイソーで買ったアロマオイルを置いています。こちらのティッシュケースも IKEA で購入したものになります。本などをディスプレイしています。こちらの造花はリトルルームスさんで1800円くらいで購入したものです。こちらのスツールはサリュで500円くらいで購入したものです。ここには香り系のアイテムを多く置いていて、マークス&ウェブのスプレーやアロマウッド、あとはいい香りのする木のボールなどを置いています。次にデスク周りを紹介していきます。こちらのデスクはニトリで7000円くらいで購入したものです。こちらのライトは IKEA で購入しました。約3000円くらいだったと思います。とても気に入っています。ニトリで購入したファイルボックスによく使う家計簿などを収納しています。こちらには勉強の気分転換に読みたい本などを置いてディスプレイしています。とても教科書などが多く収納に困っていたのですが、ニトリのカラーボックスに全部収納して、カーテンで隠して収納をしています。カラーボックスに入らない教科書類などは、こちらのニトリのファイルボックスにまとめて収納しています。次にキッチンを紹介していきます。こちらは3COINSで購入したラタントレイの上にコーヒーや紅茶を置いています。こちらのキャビネットは100均で購入したもので、確か200円だったと思います。自分でマスキングテープに書いてラベリングをしています。こちらにはお気に入りのフライパンや鍋敷きを S 字フックで引っ掛けて見せる収納をしています。こちらの鍋敷きとパスタを計量するものはナチュラルキッチンで購入したものです。こちらのカッティングボードはダイソーで購入しました。こちらのキッチンペーパーホルダーは3COINSで購入したものになります。キッチンペーパーの収納場所に悩んでいたのですが、とても使いやすくて気に入っています。こちらのスパイスラックはナチュラルキッチンで500円ほどで購入しました。よく使うコースターや砂糖や塩を置いています。よく使う木製のトラリー類などは100均の瓶の中に入れて収納をしています。食器はこのようにシンクの下にまとめてしています。収納場所が少ないのですが、100均の積み重ねられるラックを使ってたくさん収納できるように工夫しています。また扉の後ろにも収納をしています。調味料などはニトリで購入したカラーボックスにまとめてしています。こんな感じで収納をしています。こちらもカーテンで隠して見えないようにしています。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。当チャンネルでは主にルームツアーの動画を月、水、金、土、日の週5日、20から21時に投稿しています。
今後の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。